で、あれは梶田監督ですからね、梶田監督の監督第一作目ですからね、記念すべき作品なんですよ。それで、私が東宝のエキストラで行けということで行って、真ん中で喋ってたんだけど、喋るほどのもんじゃないですけどね。でもちゃんとセリフも、はい。あれは指示が。いやいや、そういうのないですよ。見えないぞってリアクションってもう何でもいいんですよ。まあそんなんでね。そこにあっちゃんがいたっていうのは僕は知らなかった。全部いましたから、ウルトラ Q は全編つきましたから、豪華の像なんていうのもいたっていうね。野永瀬さん。ビンさんもご出演されてますからね。島根会館へ行ったという。そう。高木町にある。そうです。懐かしいですね。だから前話ですとね、ミスター監督も助監督としてほぼついてますけれども、それ以上の話数を見てらっしゃってるってことですからね。で、俺が走ったケムール人のね、深夜のロケ。夜間ロケばっかりでしたけどね。あれもあっちゃがいた。これも不思議な。あれ、本編だか特撮だかこれよくわかんなかったんだけどね。あれ本編で撮りましたよね。Q はウルトラマンとかセブンとはちょっと違うんですよね。特撮の関わり方が。だから非常に曖昧なところがそういう意味ではありましたよね。全編田中さんがこれをやったというね。とにかくウルトラ Q すべてご覧になってきてるわけで、これは特に僕も興味があるんですけれども、やはり実際にこの今フィルムで見られるものはモノクロじゃないですか。もちろん後から色をつけたものもありますけれども、現場でね、例えばそういった衣装であるとか、そういうセットであるとか、役者さんの実際のね、色もご覧になってるわけで、そういうちょっと我々が作品では見られなかったそういう色彩感みたいなものもね、きっと田中さんのご記憶の中からお聞きできたらなっていうのもあるんですけど。あんまり色彩に関してははっきりはないですけれども、ただセットの素晴らしさとかね、そういうのは皆さんあまり特撮っていうと必ずウルトラに関しては微線で撮ってるというふうに思われるけれども、Q の特撮っていうか Q のセットはですね、東宝のステージを使って組んでたことがね、ほとんどそういうことだった。それで東宝の美術さんがついてたし、Q で言えば、タランテュラって雲男爵。あれなんかはもう脇で佐原さんが、すげえな、このセット。本編並みだなって。本編並みっていうのは映画のことを指してるんですけど、本編並みだなって言ってらしたし、それから、ペイラが来たっていうのは、東宝の一番大きいステージって A ステージって言います？昔のね、昔は A、B ってね。で、特撮を本格的に使うんで、8と9というのを作ったんですよ。そうなんかでかいやつ。もう東洋一っていうぐらい。大ステージ。その前の A が一番でかかった。ペジラが来たなんていうのは多分そこへ作ったんだろうと思います。もう本当に、極地の、セットですよね。テレビシリーズで1話のためだけに、あれだけのセットを組むっていうのも、もうだから、もう、セット費だけで全作品の制作費よりも超えてるかもしれないぐらい。それから、あと、音楽なんかもものすごくお金かかってるんですよ。通常は想定できるシチュエーションの音楽っていうのは作曲が作曲してオーケストラで東宝の中で音を取るんですけれども、監督によってはね、これオリジナルの曲つけてって頑張る監督さんがいて、そうするとやっぱり新たに作曲をして、オーケストラで音を取ってっていうようなことが、中川春之助さんが。できたんですよね。ウルトラ Q の時はできたんですよ、それが。そう、それでもって、多分、お金使いすぎたんだと思います。だから東宝が関連しているものに関しては、お金はすごい使ったんですよ。そうです。それも、ウルトラ Q は本当に東宝作品に近いぐらいの、俳優さんも本
当に、この方が出るのかってびっくりして、バカですもんね。今、すごい、すごい今考えるとすごい役者さんがずらっと出てそうですてね、見事。うん東宝の本当重鎮がいっぱい出てましたもんね。なんでこの子供番組にこんなのが、こんな人が出るのかなぐらいね、あっちゃんねそうです。子供番組という作りじゃおっちゃんがないですびっくりすし、るぐらい。やはりその一本一本が本編の短編映画のような、そうです、そうです。はい、取り組み方だとも思うんですよ。う出てないのは、あれですね、宝田さんとか、そう、加山雄三さんとかね。加山雄三さんと三船敏郎さんとか、本当に一そう、番のそういう方外したら、もう全部出てますよね。平田さんだって出てるそうです。しね。何話も出てますよね、広津さん。そういう意味ではすごい。うんだから、あっちゃん、このウルトラ Q の時に、円谷英二さんはどういう感覚だったんですか？ね、当然、ウルトラマンや何かとは、特撮の撮り方だとか、何かが違うし、するんで、どうしても、必要っていう時に、年に本当に1、2度いらっしゃるかなっていうような感じなんですよね。でも他の本見るとさ、しょっちゅう、円谷さんはしょっちゅうスタジオに来てたっつって、それちょっと言ってくださいよ。それ嘘なんだから。特に美宣でですね、美宣で特撮のスタッフと一緒に撮ってる写真がありますけれども、何見てもあの写真なんですよ。何見てもあの写真っていうのは、そんなに来てらっしゃらないんですよ。それで、やたら、特撮のステージに来て、薫陶するというようなことを書かれてるけれども、いつだったか飯島監督が私に、こんなに来ないよねって言われて。来ないし、こんな喋ってないよね。そうです。そうです。ねえ。まあ、そう思いますよ。残ってるスチールでね、やはりその、ウルトラ Q ですと、鳥を見たのセットで、こう、ちょっとこの様子を見ている写真。ウルトラマンですと、撮影会の時の、まさにビンさんにこう、一緒にこう、二人でツーショットで撮ってる写真。そういうのがどうしても印象に残ってしまいますからね。毎回いらっしゃってるのかなってついつい思いがちですけれども。写真撮られたらそれだけですよ。その回だけですよね。だから、それはもう本当に、しかも特撮のスタッフ、カメラマンとか、要するに佐川さんだとか有川さんだとか、特撮のスタッフとは割合話すかもしれないけど、本編の監督さんなんかはほぼ話さない。話さないですよ。全く必要ない感じですよね。そうです、そうです。特撮だけですよね、話すとしてもね。でも、そんなに話、来なかったですよ。話上手じゃないし、そんないっぱい話してないですよね、監督はね。まあ、円谷英二監督は英二監督で、東宝の特撮映画の本編の方の特撮のお仕事も当然ありましたからね。やられてるわけで、なかなかこちらの自分の会社とはいえ、見には来られなかったのかな。店に来てね、指示をね、こうだ、あだなんてのは、それは、ほぼありえないと思いますよ。もしそれがあったら逆にもっと時間がかかったかもしれません。もう、当然。ウルトラ Q の特撮。当然できないですよ。まあ実際ね、口出されたらね。まあ、ラッシュをご覧になって、そう、自分でね。指示をっていうお話は聞くわけです。まあ、あるとしても、ラッシュだってそんなすごい、毎回見れないと思いますよ。時間的に。一番やっぱり、とかって思ったのは、Q の時は、なんだろう、調布の飛行場からよく、ヘリで、ね。佐原さんなんかが飛び立って、当然飛ばないで、煽りで、手持ちでこう揺らして、あたかも、飛んでるように撮るんですけれども、つながりは、そのヘリを飛ばさなきゃ特撮で。そうすると、突然連絡来て、窓の枠だとかなんかの色は何色とかって言われるんですよ。こういうことが起きるのかと思って、初めて、特撮とつながるっていうのこういうことねっていう認識が生まれたのと、今考えればね、モノクロだしね、何でもいいんじゃないのと思いますけど、その頃はまあ、純情で一生懸命だったから、と思って、それでなんかあたふたした記憶があります。それとか、Q とは違うんだけれども、ウルトラマンの時に、
こういうポーズありますでしょ、うんうんで、光線がこう出ますでしょ、あれは手書きで光線書くわけで、うんで、中野さんって工学撮影の中野さんこのところで、の間ね、亡くなったんですよね。そうです。あの方からしょっちゅう、アッツって呼ばれてた。偉そうなんですよ。中野さんはすごいアッツ、もうすごい怖い。怖い人なんです。あのさ、何秒だよとか言うわけ。で角度は何とかとかって、そんなこと言われたってもう次のロケに行ったりいろいろしてるんで、やってられないんだけれども、それもう合間を縫って編集室、東宝長野編集室に行って、ポジを一コマ、この角度の決まってる一コマもらって、それを届けて、これで何秒お願いしますっていうようなことがあって、まあ、それでその作画の人がこう書くんだけれども、苦労したんだ。そう、いや、みんな初めてだったから。スペシブ個性一つ取るんでも苦労したんだよ。そう。何秒の世界で。何秒の世界で何回も怒鳴られて。それはもう現像してみないとわからないわけですからね。そうです今と違ってプレイバックが。そうです。俺はただやってるだけでいいんだけど、そのやったところにいろんなのがあるっていうことは、すごいですね。早く持ってこいとかって言われるんだけど、明日もロケで朝から夜まで帰ってこれないし、東宝の編集室は夜の何時かでも終わっちゃうし、っていうようなね、そんなことありましたね。まあ、つまんないことですけど。Q はそんな素晴らしい、時間的に余裕で予算もいっぱいあったし、その放送が決まってなかったっていうのは大きいですよね。お尻がこの日からオンエアするっていうの決まってなかったわけですよね、ウルトラ Q の時は。なかったからね。だから全部出来上がるまで放送しなかったんですよ。そういうことですよね。だからそれはね、ある意味ね、助かったんですよ。お尻叩かれなかったから。だけど、放送が決まっちゃってるのにストックがなくてスタートしてるっていうのがマント7だったから、大変なことになったし、これ言っていいかどうか、ダメだったらカットしてください。ウルトラ Q も、ウルトラ7も、ウルトラ Q じゃなくて、ウルトラマンも、ウルトラ7も、お尻のそのストーリーの作り方っていうのはもうこれ以上は作れない。要するに間に合わない。だから、おしまいにしようって言って、ストーリーをああいう形で、作ったんですよね。アメリカのね、そのテレビですと、そういうシーズンが終わる頃っていうのは、別に最終回って作らないじゃないですか。まあ、いつでも人気があったら、すぐにまた第2シーズン、次のシーズンで始められるように。日本のドラマは、きちんと、最終回は、きちんと終わりを作るっていうなんか伝統がありますよね。だから、ウルトラマンにしろ、そうやって、まあ、これ以上、放送に穴を開けることもできないし、ちょっとお休みしましょうっていう、会議の議事録が残ってるんですよね。そのウルトラマンがこのとりあえず39話で一回終わりにした後どうするかという会議の議事録を読むと、ちょっとお休みして新しいウルトラマンを作るとか、いろいろとその対策を考えてるわけですけれども、でも結果的にはさらばウルトラマンという決着をつける形になりましたよね。でもこれもやっぱり苦肉の策といいますか、やっぱり放送に間に合わなくなる。特撮と本編で2班に分けて撮っていても、どうしようもないっていう状況だったんですね。そうです。ですね、なんかね、秘話みたいなことがウルトラ Q で2つ3つあります。そんなのあるの？まずね、東京オリンピック。昭和ですと39年。そうです。昭和39年で、この9月から撮影がさっき言ったお堀端が始まったんですけど、10月10日、今の体育の日から東京オリンピックが始まってるんですよ。聖火の、本当に開会式が体育の日のからスタートですから、ちょっと前にそうです。してるんです。で、梶田監督で、ちょうど東京オリンピックの最中に、変身っていう、
その人間が巨人化しちゃうお話なんだけど、この撮影をですね、五日市の山の中で毎日毎日朝早くに行って撮影してたんですよ。それで、当時は携帯のラジオっていうのが出たばっかりで、肩から下げて、はいはいはいこんな大きいので、佐原さんか西条さんか、どちらかの方が持ってらっしゃる。で、みんなでそれ聞きたいんだけど、もう、今みたいに感度が良くないのと、山の中だっていうことで、もう私たち全然東京オリンピックのこと分かんなかったです。今みたいに収録して、なんか映像残すっていうこともできなかった。録画ができなかったですから。そうですよね。ビデオテープと言いますかね。ビデオデッキなんてそんな夢の世界ですし。だから、ラジオの実況中継ですよね。そう、アベベが甲州街道を走ったんだって、へえとかっていう、そんな感じが東京オリンピックと全く重なったんですよね。なるほど。ウルトラ Q のアンバランスというタイトルが、ウルトラ、ね、そのウルトラ Q というタイトルについたのも、ウルトラ C からの、そうそうです。オリンピックからの、そういうネーミングだってことが伝わってますけれども、まさに撮影中に東京オリンピックが、まさに熱戦が繰り広げられていたっていうのは重要ですね。そのことをまた想像すると、またちょっと見え方変わってきますよね。それで、あれは、まあ終戦というか敗戦というか、19年目なんですよ。本当にこの間、戦争に負けたばっかで、東京が焼け野原だったっていう、そっからたった19年目で、東京オリンピックもあったけれども、ウルトラ Q も撮影を始めてたんですよね。だから、東日本大震災が、今年、今もう11年目になりましたけど、もう11年って思うけど、19年ですよ。だから本当に、まだ日本中が貧しかったしね。そういうことだね。いろんな、不都合もあったしね。撮影の現場だって、暖なんていうあったかいものはないですし、冷房も暖房もないですし、本当に過酷だったんですよね。その過酷の中に僕、ケムール人やったんですけどね。あれは過酷でしたよ。着替えるとこはねえわ、椅子はねえわ、スタッフも全然そういうのわからないから、水もねえや。俺、こんなことやっていいのかなと思うぐらいひどかったですよ。リンさんは本当によくケムール人の役を受けていただけたなっていうのは、僕らファンにとってはですね。あれはね、東宝の。ありがとうございますとしか言えないんですけど。策略ですけどね。あれは絶対俳優にとっては策略ですよ。あの状況下でね、ケムール人来て走るっていうね、それは考えられないですよ。最初はそれにさらにローラースケートみたいな企画はけっつってね、履いたんだけど滑れなかったんだから。そこにあっちゃんがいたっていうのもまた、これもまたすごいことで。その時の飯島さん、TBS から来て、どうでしたあっちゃんから見て。まず、最初は梶田監督でしたでしょ。そうですよ。それから野永瀬監督でしょ。東宝ですよ。それで、やっぱり、円谷さんが見えて、飯島監督見えて、もうね、現場の、スピードが全然違う。それで、ものすごく印象深いのは、円谷はさんの助監督で、三田監督がいらした。で、現場、走るんですよ。コロコロとしてらっしゃるけれども、コロコロとしてるけど、ジーパン履いて、走る。走るって。私ね、助監督知ってると思ってね、びっくりした記憶があります。で、やっぱり現場の進め方が全然違ったし、テレビから来る監督さんってこうなんだ。今までの監督さんはやっぱり東宝の監督さんなんだって、ものすごく違いが分かりましたね。撮影のその進め方一つとっても、やっぱり映画の方とテレビからの方ではスピード感が違う。
Q で今、三田監督のお話が出たんで、あれなんですけど、え三田監督の一番最初の作品は宇宙指令、M774 ですよね。あれで、初めて監督になられたんだけれど、スクリプターってカメラの横が監督の横に必ずいるじゃないですか。だからちょっと雑談することも多いわけですよ。そしたら、M774 に出た、水木恵子さん。女優さんです。綺麗な女優さんですけれども、あの方を、ゲスト出演させたんですね。それで、その時に、私のそばで水田監督が、僕はね、その監督になって、一本になったらって、監督になったら、絶対彼女使いたかったのって言ってて、あ、そうなんだ、と。だからずっと憧れてた女優さんなんだって言われて、あ、監督さんってこんなことを思ってね、キャスティングするんだと思ってね。そういう監督のあれがありますよね、思いみたいなっていうのは。そう思います。監督の特権ですよ。でもそこが、だけど、好きな女優さんをキャスティングできる。そうですよ。それが監督のもう本当特権です。それをやりたいために監督になったなんていうね、方いっぱいいらっしゃるんで。